上級者向け。今世の中にはいろんなタイプのグレネード、バズーカを模したエアガンがあります。あるな。しかし皆さんの中にはこう思っている方もいることでしょう。ランチャー、バズーカ使いたいけどモスカートがな、ネックなんだよな。まあ手間のかかる子ではある。そんな皆さんの悩みを解決する商品を今回は紹介していこうと思うよ。ということで今回紹介する一品はこちら。なんも見えん。ハオケ M79 グレネードランチャー。近い近い。基本スペックはこんな感じ。貨幣中華製のスポンジ銃か。使い物になるんか。それをこれから見ていこう。はいはい。オープン。なんか内容物多いな。付属品と紙と謎の工具と本体が分解された状態で入ってたね。組み立てんといかんのか。面倒やな。めちゃ簡単だった。ストック側と本体のスライドを合わせて付属してたボルトナットで留めたら完成だね。謎の工具これ用やったんか。気になるお値段はこんな感じ。微妙。まあほぼデザイン料と思えば安いかな。この手のいわゆるナーフガン的なものでここまで実習寄りなモデルは珍しいか。そう考えれば安くない？だけよ。はい、じゃあ早速外見から見ていこうか。はいはい。美しい。意外とええやん。全体的にはプラスチックな感じなんだけど極端な安っぽさはそこまで感じないかな。よくあるお祭りのくじ引き銃みたいなシャバさはない感じやな。撮影してて個人的にいいなと思ったのがこのストック部分で質感が結構良き。そうなんや。ただの木目プリントかと思ってたんだけど表面がなんか若干ザラザラしてるんだよね。ほーん。バレルには謎のプリントがあってここは少し残念な感じだね。まあ気になる人は塗装してしまえばええやろ。マズルは海外製品特有のおもちゃであることの証明としてオレンジにされてるね。ここも嫌な人は塗装してしまえば問題ないな。全体的な出来としてはそこそこクオリティ高いかな。ところどころの細かい部分は値段相応の出来って感じだけどよくあるモナカ構造な感じやな。このサイトも畳んだ状態と立てた状態にできて立てた状態でのリアサイトの稼働も一応ちゃんと使えるみたい。問題は狙ったところに弾が飛ぶかやな。レールも標準で装備されてるから光学機器を乗せることもできるね。まあいらんか。安全装置は完全にハリボテだね。しゃあない。重心解放レバーを動かすと素晴らしい。クレポンやクレポン。カートリッジを装填してみて再度解放。カートリッジは飛び出さない感じか。ここは残念ポイント。この専用カートリッジを装填してバレル下のハンドガードみたいな部分をコッキング。これで撃てるらしい。なんかこの見た目でコッキングするクレポンゲームにあったな。ゲームのチョイスが古すぎる。ゼネギャフ可否。付属のスポンジ弾は2種類。吸盤タイプとノーマル弾頭タイプが各10発ずつ付属。カートリッジは赤2つと青が1つの計3つが付属してるね。まあ部屋打ちなら必要十分か。ちなみに予備が売ってないか調べたんだけど売ってなさそう。需要はなさそうやしな。サバゲーで使うとなると3発じゃちょっと心もとないよね。まあ実運用には向かんな。ということで友人に 3D プリンターで作成してもらいました。友人もいい迷惑やな。友人もようこんな無茶に付き合ってくれたな。いやーマジ感謝。舐めてんだろ。付属のオリジナル3発と合わせて13発。さすがにこれだけあれば実運用にも耐えられるかな。スポンジ弾とはいえこんだけ数揃えると圧倒されそうやな。付属のベルトリンクは3発分しかないから別で揃える必要はあるけどグレネード弾用の団体に大量の 40mm 弾。さすがにこれはかっこいい。スポンジ弾であることを知らなければな。よう指示速いってみよう。まずは重量から本体のみで 856g。長物の割には軽めだね。そら所詮中華製のスポンジ銃やからな。重くてたまるかよ。ちなみにバレルは見ての通りただの筒だから軽いんだけどストック部分が結構重いんだよね。まあ本来なら衝撃を一番受けるから重要なパーツではあるな。音を聞いてほしいんだけど明らかに根元とチークパッド付近で音が違うな。本体重量の8割はストックの重さと言っても過言ではないかな。中華製あるあるの鉛でも入ってんちゃう。カートリッジ込みで 888g。微増。はい騒音値。マズル付近から内で 92.1 デシベル。カートリッジ装填で 98.3 デシベルだね。普通に使うにはかなり静かな方やな。初速はこんな感じだね。よう測れたな。吸盤タイプのスポンジ弾の平均初速は 10.21 メートル毎秒。ジュールに換算して 0.05 ジュール。最大飛距離は迫撃砲スタイルで角度をつけても 6.7 メートルが関の山かな。ゴミ。有効射程に関しては 5.5 メートルくらいかな。高条件突きつけてこれはかなり絶望的やな。一応通常弾頭タイプの初速も測ったよ。何も変わらんやろ。通常弾頭タイプの平均初速は 11.00 メートル毎秒。ジュールに換算して 0.06 ジュール。誤差レベル。最大飛距離は迫撃砲スタイルで8メートル。蛍光武器やのに直接狙えんのバカやろ。有効射程は 6.5 メートルと1メートル伸びたね。果たしてモスカートの代替品としての価値はあるんか。当たっても気づいてもらえるかも怪しいぞ。数値がスポンジ弾の威力がわからないということで実際に撃ってみよう。自分の腕に。アホやこいつ。注意。安全に配慮して行っています。良い子は真似しないように。装置。アホや。
見たくない。せやろな。あわよくば吸盤がひっついてくれたらいい絵が撮れたけど。じゃあひっつくまで撮り直せよ。急に鬼畜で泣いた。変わんないと思うけど、吸盤じゃない方も打ってみよう。なんも変わらんやろ。けど少し赤くなっちゃった。自業自得。マジのガチで安全に考慮して遊びましょう。至近距離でこの程度だから、ベストまで着込んでる相手にはもしかしたら気づいてもらえないかもね。ダメやん。なるべく薄いところを狙うのがコツかな。弾の先端がエバ種子やから硬い部分とかに当てれば音は鳴りそうやけどな。工夫次第では戦えそうだね。工夫が必要な武器を提案すんな。はい、集団性。本日の条件はこちら。集団性もクソもないやろ。そう思って今回はこんなものを用意しました。なんでモザイクかかってるのを。スポンジ欄なんか食わないわ。かかってこいこの草。それじゃあ撃ってみよう。発射。うちら思ったよりばらけずにまとまって飛んでいく感じだね。距離が短いのもあるかな。ようこの惨劇目の前にして冷静に分析できるな。最高やろ。いいじゃん。こいつほんま。結論 M79 は5メートル以内で、屋内もしくは無風条件なら屋外でも実用的。それ以上は無理。イベント戦とかに限るならかなり実用的かもな。イベント戦でも本格的に運用したい人は 3D プリンターでカートリッジ作らないと3発じゃ厳しいかな。自分で印刷するか知り合いにおるなら頼むしかないな。今回の検証をもとに作成したチャートだとこんな感じかな。おいおかしいやろ。自己制作前提のチャートとか作んなや。子供へのプレゼント用に買う人にはおすすめかな。値段の割にかなりクオリティはまあ物は悪くなかったな。サバゲーでの使用を考えてる人は予備カートリッジの入手がガチで困難であることを念頭に置いてから買った方がいいかな。アリエクで調べて出てこんかったから多分カートリッジ単体販売はしてないな。というわけで今回は楽天で購入可能な中華製のスポンジトイガン M79 モデルを検証してみたよ。子供用のおもちゃにしてはまあ使えんこともない感じの銃やったな。ギリもスカートの代替品に耐えうるかな。それはない。冬サバゲーの代用品やイベント専用のメタ武器を探してる人はぜひ使ってみてね。ネタ好きって言うてるやん。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。